ニトロ Vlog のチャンネルにようこそ。ナレーターのリリですよ。さてさて、今回の動画ですが、3500円で買える安価なゲーム機、データフロック SF2000 をレビューしちゃいます。輸入品は円安でかなり割高ですが、それでも3500円ってなんかバグってますよね。それではレビューに行きましょう。今回紹介する SF2000 ですが、データフロックという中華メーカー製品なんだよね。なんかビデオゲームの周辺機器を取り扱うメーカーみたいだね。スイッチや Xbox のコントローラー、アクセサリーとかたくさん販売しているみたいです。オフィシャルショップを見てみたら、どの商品もなんかめちゃくちゃ安いんです。むしろ安すぎて不安になりますけどね。とにかくデータフロックは低価格なゲームガジェットを販売するメーカーみたい。怪しさは抜群ですね。それでは SF2000 の開封です。外箱はグリーンで装飾されたパッケージ。商品写真やスペックなどは英語で印刷されていますよ。安価な製品だけどデザインは割と良い感じかも。だけど中国輸入あるある。箱はボコボコに潰れていましたよ。どんな扱いしたらここまで潰れるんだろうね。わざとやってるんじゃないの？付属品は映像の通りなんだけど、英語と中国語のマニュアルに USB-C ケーブル。あと、最近はすっかり見かけなくなったコンポジット AV ケーブルだね。最近のモニターってコンポジットの入力端子がないよね。テレビにはまだあるの？とにかく使う人がどれだけいるか疑問かな。SF2000 のスペックは映像の通りですよ。専用の OS で動作するんだけど、カスタムファームウェアはまだ存在しないみたい。CPU はよくわからないんだけど、性能は 800MHz、1コア、1スレッドで、おそらく相当古いプロセッサーみたいだね。メモリーは 128MB だから、ニオミニと同じだけど、相当少ないよね。スクリーンは IPS3 インチ、解像度 320×240。IPS なのは良い点かな。とにかく、最近のゲーム機としては、かなり低スペック。スペックについて、あまり詳細な解説しても意味がないかなって感じがします。本体のデザインは見ての通りだけど、スーファミのコントローラーを模写した形状だね。本体カラーはアメリカ版の SNES カラー。見た目はそれほど悪くはないよね。ケースのボタン配列はオーソドックスなレイアウトで、左だけアナログスティックがあります。ただ、まじまじと見ると、アナログスティックが取って付けたみたいな感じがして、ちょっと違和感を感じるかな。背面はこんな感じで、バッテリー形状に合わせて設計したんだろうね。上部中央がすごい盛り上がっていて、一番厚い場所を測ると 32mm もあるんだよね。スピーカーは穴が左右にあるけど、左側はダミーで穴は塞がってるんだよね。もちろん、モノラル仕様ですよ。本体の上部には L、R ボタン。下部は右からボリュームダイヤルがあって、これはイヤフォンジャックで、あとは SD カードスロット。充電用の USB-C ポートに電源スイッチです。3500円の割にはそれほど悪くはないクオリティじゃないかな。面白いのは ABXY ボタンで、A と X ボタンはへこんでいるのに、B と Y ボタンは出っ張っているんだよね。なんでわざわざ別の部品にしたんだろう？変だよね。
液晶の大きさは3インチで、解像度は 320×240。表示品質は販売価格からしたら十分に綺麗かな。ただ、最近の機種の密着したフルラミネーションに目が慣れてるから、スクリーンと液晶部の奥行きは少し気になるかな。価格相応って感じですかね。標準で対応するエミュレーターは7種類あって、ファミコンにスーパーファミコン、ゲームボーイにゲームボーイカラーとゲームボーイアドバンス、あとはメガドライブにアーケードエミュレータのネーム。どれもデフォルトの OS にアプリが含まれているんだけど、性能的にはファミコンにゲームボーイとゲームボーイカラー、メガドライブ、この4種類に限ってはほぼ問題なく動作するかなって感じ。ゲームボーイアドバンスの場合はゲームタイトル次第って感じだし、スーファミだと遅延や音飛びが発生してほとんどのタイトルがまともに遊べないんじゃないかな。ファミコンとゲームボーイ、メガドライブ専用と思った方が幸せかも。さて、ゲーム機には重要な操作性なんだけど、ホールド性があまり良くないんだよね。バッテリー部が盛り上がっているせいで違和感が半端ないかな。十字キーは無難に操作は可能だけど、感触があまり良くないし、ペコペコしてる。ABXY ボタンは A と Y の間隔が開きすぎて違和感があって、ストロークも浅いし、やっぱりペコペコした押し心地です。ジョイスティックは割と良好な操作が可能な感じ。ショルダーボタンはカチカチと音がうるさいし、押し心地が硬くて重たい。はっきり言うと操作性は悪いです。ただ、慣れちゃえばあまり気にならないかもしれない。最悪というほどでもないんだよね。SF2000 には独自 OS が搭載されているんだけど、唯一の良い点は、電源入れてから操作できるまでのレスポンスの速さかな。それ以外には良い点がないかも。設定はユーザーメニューにあるんだけど、私のバージョンでは検索に言語設定、テレビシステムの3種類だけでした。キーコンフィグの設定は最新のファームウェアで対応したみたい。販売されているのは最新ファームウェアになってる可能性が高いですね。いずれにしても、たくさんのゲームの中から任意のゲームを選ぶのが超面倒だし、入っているゲームは完全に権利侵害の代物だし、ウイルスに感染するかもしれないから、購入した人は必ず削除しましょうね。自分の持っているゲームを入れるには、SD カード内の ROMs って名前のフォルダにコピーすれば OK。遊ぶときはユーザー項目のゲーム一覧から選択すれば起動するよ。もちろん、自分のデータでも大量にゲーム入れたら選ぶのが困難になるけどね。使い勝手の良いカスタムファームウェア、X さん、作ってくれないかな？最後に SF2000 の良い点と悪い点をまとめると、良い点はもちろん価格が安いこと。3500円程度で買えるから、万が一不良品が届いても諦められるのが良いですね。あと、安い割に質感は良いと思うんだ。デザインも雰囲気があるし、チープな感じはそれほどないかな。ファミコンやゲームボーイ、メガドライブ専用にするなら、性能的にも満足できるんじゃないかと思いますよ。悪い点は、標準 OS の使い勝手で設定項目が少なすぎるんだよね。液晶の輝度すら調整ができないんだもんね。それと、操作性とホールド性、これはいまいちかな。我慢できないレベルでもないんだけどね。あと、やっぱり性能が非力だよね。スーパーファミコンのゲームはほとんど遊べないもん。対応って書いちゃダメなレベル。
冗談で買える値段だけど、私はあまりおすすめはできないかな。でも、チープ機種が好きな人のおもちゃには良いかもです。操作性を改善したり、快適動作を研究するのが好きな人とか、そもそもゲームで遊ぶ気がない人、いるよね。ニトロさんもそうだね。はい、今回の動画は、データフロップの低価格ゲーム機 SF2000 をレビューしました。ファングッドの販売リンクを概要欄に貼ってありますので、気になる人はチェックしてください。そんなわけで、今回は以上となりますが、チャンネル登録にコメントや評価など、動画を更新するモチベーションになるからよろしくね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね。